東海、トンヘのきらめく水面の、遥か下に、古代のサンゴ礁や、光り輝く昆布の森に抱かれるように、壮麗な竜宮がありました。その翡翠の柱は、この世のものとは思えない光を放ち、真珠の門は、偉大な竜王の慈悲深い支配の下で暮らす、数えきれないほどの海の生き物たちを迎え入れていました。何世紀もの間、平和と繁栄が続き、竜宮は生命と色彩の鮮やかな交響曲のようでした。しかし、この楽園でさえ、影が差し、その尊敬される支配者に、予期せぬ困難が訪れることもありました。ある運命の日、竜王は重いマヤに倒れてしまいました。かつて輝いていた金色の瞳は霞み、いつもは威厳に満ちていた姿も、疲労でうなだれていました。かつて、宮殿の広間に響き渡っていた楽しげな笑い声は、重苦しい沈黙に変わりました。その沈黙を破るのは、心配する家臣たちのひそひそ話と、大地震の苦しげな息遣いだけでした。顧問たちと最も賢い海の無断たちが集まりましたが、彼らの顔には絶望が刻まれていました。なぜなら、愛する王の謎の病気の治療法を誰も知らなかったからです。何日もの議論の末、古代の書物に関する知識で名高い、一人の尊敬すべき老いたカニの学者が、ある啓示をもたらしました。忘れ去られた巻物を調べた彼は、謎めいた一節を解読しました。夜明けのまさにその時に食される、陸に住むウサギの最も新鮮な肝だけが、病に伏す竜王を回復させることができるだろう。希望と不安が入り混じったざわめきが、宮廷中に広がりました。ウサギの肝臓。しかし、遠く離れた、未知の上の世界から、どうやってそのようなものを手に入れられるというのでしょうか。沈黙が訪れました。その任務は危険に満ちていました。水上へ出ることは危険を伴い、陸の世界は謎に包まれていたからです。その時、集まった家臣の中から、忠実なスッポンシュボ、ビョルジュブが前に進み出ました。彼の小さく頑丈な体は、主君の前に深く頭を下げながらも、堂々としていました。我が王よと、古い鱗が震えるにもかかわらず、彼は確固たる声で宣言しました。この私、スッポンシュボがこの危険な旅を引き受けましょう。ウサギの肝臓を持ち帰るか、さもなくば私は戻りません。重い心を抱きながらも、固い決意を胸に、スッポンシュボは困難な旅を始めました。彼は深い海溝を泳ぎ、きらめくイソギンチャクの森を通り過ぎ、銀色の魚たちの渦巻く群れの中を進みました。上昇するにつれて、水は澄み、暖かくなり、上からの光は強まって、海面をまだらな模様に彩りました。彼は波の向こうにある未知の世界。彼の水中にある家の穏やかな美しさとは、あまりにも異なる世界に身構えました。陸の世界は、スッポンシュボの感覚に飛び込んできました。空気は澄み、松と湿った土の香りがしました。そびえた月には信じられないほど青い空に向かって伸び、その葉は聞き慣れない音楽を奏でるようにざわめいていました。彼は、あらゆる色の翼を持つ鳥たちが高く舞い上がっているのを見、コオロギの鳴き声と遠くの滝の音を聞きました。そこはまばゆい光と活気に満ちた生命の世界であり、彼が知るろ過された静かな世界とは対照的でした。任務を心に固く止め、スッポンシュボは
ウサギを探し始めました。彼は木々を駆け上がる遊び好きなリスたち、日当たりの良い開けた場所で穏やかに草をはむ鹿たち、そして浅い小川を優雅に歩く鶴たちを観察しました。何日も何週間も過ぎましたが、捉えどころのないウサギは隠れたままでした。彼は疲労を感じ、甲羅が重く感じましたが、竜王への忠誠心が彼を駆り立て、下草のあらゆる物音、あらゆる影に目を凝らしました。ある日の午後、せせらぎのそばで、すっぽん酒母はついに彼を見つけました。真っ白な毛並み、長くピクピク動く耳、そして明るいルビーのような目を持つ生き物マイナスウサギ、トッキです。彼、ウサギは野花の中で戯れ、蝶を追いかけ、新鮮なクローバーをかじり、全く無邪気でケアフリーな様子でした。すっぽん酒母の心臓は、安堵と不安が入り混じった感情で高鳴りました。彼は目的の獲物を見つけましたが、この素早く、用心深い生き物を、どうやって深海へと一緒に連れ戻すことができるでしょうか。勇気を振り絞り、すっぽん酒母は姿を現し、慎重にウサギに近づきました。いやー、高貴なウサギさんと彼は呼びかけました。陸上で声を出していなかったため、少し声がかすれていました。ウサギは驚いて逃げ出す準備をしましたが、耳は警戒して平らになっていました。しかし、すっぽん酒母はすぐに、滑らかで魅力的な口調で続けました。恐れることはないよ。私は素晴らしい国から来たもので、想像を絶するほどの豪華な知らせと、君のように賢く素早い者にとっての素晴らしい機会を伝える使者なのだから。すっぽん酒母は、息を飲むような竜宮の美しさを鮮やかに描き出しながら、竜宮の物語を語り始めました。彼は、宝石の山々、純金の川、不老不死の実をつける木々について語りました。彼は、竜王が陸から賢く、聡明な助言者を求めていること、そしてそのような地位が尽きることのない名誉、富、そして権力をもたらすであろうことをほのめかしました。ウサギは耳を傾け、彼の最初の恐怖はゆっくりと、目を大きく見開いた魅力と、芽生え始めた欲望にとって変わられていきました。ウサギは狡猾でしたが、お世辞や、より壮大な人生の約束にも弱い一面がありました。彼は、自分が偉大な竜王の隣に座り、助言を与え、終わりのないご馳走を楽しみ、森が提供できる、どんなものよりも贅沢な生活を送る自分を想像しました。蝶を追いかけたり、クローバーをかじったりするささやかな喜びは、突然、退屈で取るに足らないものに思えました。権力と不死の誘惑は、彼の生まれつきの用心深さを覆い隠し始めました。ついに、まばゆいばかりの誘惑に抗しきれず、ウサギは決意しました。おお、尊敬すべきすっぽん酒母伝と、彼は新たな熱意に満ちた声で叫びました。この素晴らしい竜宮へ、あなたにお供いたしましょう。道案内をお願いします。私はこの壮大な運命を受け入れる準備ができています。すっぽん酒母の心は勝利感で膨れ上がりました。彼の任務は、これほど困難で危険でしたが、ついに手の届くところにありました。彼は、狡猾なウサギを騙したのです。ウサギを頑丈な甲羅にしっかりと乗せ、すっぽん酒母は再び海に潜っていきました。ウサギは地上の世界が消え去り、光と色彩の渦巻く模様にとって変わられるのを驚きで息を飲みながら見ました。
魚の群れが彼らのそばを駆け抜け、サンゴ礁の庭園は異世界の風景のように広がり、生物発光する生き物たちは深まる薄明かりの中で脈打っていました。しかし、ウサギの心には小さな不安の種が芽生え始めました。興奮の表面の下で、かすかな疑念が囁いていたのです。ついに、壮麗な竜宮が深淵から姿を現しました。その翡翠の柱と真珠の門は、夢のようにきらめいていました。ウサギは唖然としました。それはすっぽん酒母が描写したよりも、さらに見事だったのです。しかし、彼らが壮大な玉座の間に入ると、冷たい現実が彼に押し寄せました。彼は、行に伏す竜王が陰気な従者たちに囲まれているのを見ました。そして、海の生き物たちの希望に満ちた、ほとんど捕食者のような視線が、彼ウサギに直接向けられているのを感じました。空気は期待で重く、歓迎の雰囲気はありませんでした。竜王は、力を振り絞り、弱々しくもはっきりとした声で言いました。よく来たな。小さなウサギよ。お前の到着を長い間待っていた。なぜなら、陸に住むウサギの肝臓だけが、わしの思い舞を治せるのだから、その言葉は、毒のダーツのように沈黙の中に突き刺さりました。ウサギは血の気が引きました。彼の旅の真の目的、すっぽん酒母の裏切りが、圧倒的な力で彼に襲いかかりました。彼の心臓は太鼓のように鳴り響き、パニックが彼を襲いました。絶対的な恐怖のその瞬間、ウサギの伝説的な基地が、闇の中の火花のように点火しました。彼は深く震える息を吸い込み、それから小さな、申し訳なさそうな笑顔を無理に作りました。おお、高貴なる王様と、彼は内なる動揺にもかかわらず、驚くほど穏やかな声で語り始めました。お役に立てること、心より光栄に存じます。しかし、どうやら重大な誤解があったようです。私たちウサギはですね、肝臓をいつも体の中に持っているわけではないのです。それはあまりにも貴重なものですから、私たちは、肝臓を安全に、陸の家の中にしまってあるのですよ。舞で弱り、治療法を切望していた竜王は、真剣に耳を傾けました。肝臓が取り外し可能だという考えは確かに異例でしたが、ウサギの真剣な態度と素早い返答は説得力がありました。それに、海の生き物である彼が、陸の動物の奇妙な解剖学に疑問を呈する資格があるでしょうか。陸上生物学に同様に不慣れな顧問たちは、その奇妙な可能性を考慮しながら、ひそひそと話し合いました。もろくも強力な希望が、竜王の目に再び芽生え始めました。つまり、お前の肝臓は今、陸にあると申すのかと、竜王は弱々しくも切迫した声で尋ねました。ウサギは力強くうなずきました。その通りでございます。陛下、もし速やかに私を戻してくださるならば、すぐにそれを取り戻し、急いで戻ってまいります。全くの不条理にもかかわらず、王には他に選択肢がありませんでした。彼はすっぽん酒母の方を向き言いました。すっぽん酒母よ。お前はウサギと共に水上へ戻らねばならぬ。彼の肝臓を遅滞なく持ち帰れ。すっぽん酒母は、意気消沈しながらも任務に忠実であり、従順に頭を下げました。彼らは戻っていきました。すっぽん酒母は張り詰めた沈黙の中で泳ぎ、ウサギは彼の甲羅に止まり、勝利の歓喜を抑えようとしていました。帰りの旅は、
粋とは違うものに感じられました。深海の脅威はもはや魅惑的ではなく、ただ自由への道に過ぎませんでした。すっぽん首母は時折、ウサギに横目使いを向けました。彼の小さな目は、苛立ちと、陸の生き物の賢さに対する、不肖武将の尊敬とが、入り混じった感情で燃えていました。彼らの間の緊張は濃く、言葉にはされませんでしたが、鋭く感じられました。すっぽん首母が水面を割って出るとすぐに、ウサギは驚くべき速さで彼の背中から飛び降りました。彼は一番近い岩に飛び乗り、毛皮の水を振り払い、それから驚いているすっぽん首母の方を振り返りました。この愚か者めと彼は叫びました。歓喜に満ちた、あざけりの笑い声が空中に響き渡りました。誰が、大切な肝臓を置き去りにするもんか？いつも安全にこの体の中にあるに決まっているだろう。さらばだ。のろまのすっぽんよ。お前の王に伝えろ。うさぎの知恵は、どんな槍よりも鋭いとな。屈辱にまみれ、手ぶらで、すっぽん首母は、ゆっくりと海の中へと戻っていきました。うさぎのあざけりの笑い声が、まだ彼の耳に響いていました。彼は、病に伏す王と対面するため、竜宮に戻りました。彼の報告は、失敗の告白でした。竜王は、落胆しながらも、ただため息をつき、自らの運命を受け入れるしかありませんでした。こうして、小さなウサギの知恵が彼の命を救いました。それは、狡猾さと素早い思考が、腕力や最も絶望的な状況でさえも乗り越えることができることを証明したのです。こうして、竜王と賢いウサギの物語は終わりを告げます。これは、韓国の民話の核心から伝えられる、時代を超えた教訓です。それは、真の強さとは、しばしば力や地位ではなく、知性とを素早く見極める心にあることを教えてくれます。ウサギは、体は小さくとも、とっさの起点を利かせることで、強大な王と忠実な大臣の両方を出し抜いたのです。あなたにとって、最も価値ある特質は何だと思いますか？コメント欄で教えてくださいね。もしこの韓国の伝統への旅を楽しんでいただけたなら、この動画にいいねを押して、もっと魅力的な物語のためにチャンネル登録し、良い寓話を愛する人々と共有してください。次回まで、好奇心旺盛で賢くいてくださいね。